国家検定級は大使が YouTuber になってみた着物仕立て早々です。今回はこちらの夏の博多帯と和柄の布を使って巾着バッグを作ります。浴衣とコーディネートぴったりなのでぜひ作ってみてください。同じ生地で作ったエコバッグは別の動画で紹介します。概要欄にリンクを貼っておくのでぜひご覧ください。概要欄は動画タイトルの横の小さい V の字を押すと読むことができます。本体の生地を帯幅と35センチで切ります。持ち手は35センチと7センチに切って真ん中に向かって両端を折って4等分にします。上の巾着の布は長さ72センチと帯幅と同じ寸法で切ります。合わせて切ります。巾着の紐は80センチを2本と紐の飾り布を6センチ角で2枚切っておきます。紐飾りの布を半分に折って1センチの縫い代で縫います。これは最後に巾着の紐の先に飾りでつけます。持ち手の両端にステッチをかけます。開いた方の書いてある方を上にして縫うと綺麗に縫うことができます。アイロンをかけておいてください。本体の布を縦に半分、横に半分に折って中心を取ります。中心から5センチずつ離れたところに印をつけます。切り込みを入れて両方印がわかるようにしておきます。切り込みの外側に持ち手をつけます。紐が中表になるように帯の表の面を上に向けて紐の端の控えてある方を上に向けてこのようにして留めます。ここを5ミリで仮留めしておきます。この時に持ち手がねじれていないか確認して縫わないと後でってなってしまうので、こうしてよじれてないか確認してから縫います。反対側も同じようにつけます。立ち目の方に向かい合わせにこうして持ち手をつけます。巾着の布の短い方を中表にしてこの持ち手の方に重ねて1センチで縫います。この立ち目がほどけやすい帯は 1.5 センチの縫い代で縫ってください。広げて本体の方に縫い代を倒します。巾着の布の上に本体の生地がこうして上に乗ってるような感じにして広げてこの2ミリのところにステッチをかけます。巾着の布をこうしてたぶらせて反対側も同じように1センチで縫います。この時に紐が歪まないようにまっすぐ直角につくように気をつけてください。で今度は反対側も同じように本体の方に縫い代を倒してステッチをかけますが、布側になっていて縫いにくいのでこうして広げて一生懸命縫ってください。本体の脇の切り替えのところをきちんと合わせてクリップで留めます。反対側も留めますが、この時に持ち手が邪魔になるので本体の下の方に倒しておきます。こちらもきちんと合わせて留めます。
巾着の布を上まできれいにこうして畳んで折り返して、裾と裾を合わせます。この時に本体の表の生地が5ミリ長くなるように重ねて留めます。こんな感じです。巾着の方の上から5センチのところに印をつけます。反対側も上から5センチで後ろにも移しておきます。脇の縫い代を1センチで縫い線を描きます。このマチを切ります。今回は 3.5 センチのマチを切りますが、脇は縫い代の1センチのところに合わせて、裾は表の5ミリ長い方に合わせて切ります。中の持ち手を切ってしまわないようにきれいに整えてから切ります。ちょっとね、長方形に切れますよ。さっき書いた5センチずつで10センチ空いている上側と下側を1センチで縫います。縫い始めと縫い終わりはきちんと返し縫いをしておいてください。こちらも縫います。脇の縫い代を手前に折ります。縫ってないところも自然に流して折ります。反対側の縫い代もひっくり返して下に折っておきます。空いてるところもきれいにまっすぐ折ってください。マチを縫います。切ってあるところを縦に持ってこうして広げて潰します。脇の縫い代をきちんと割って1センチで縫います。本体の表布2箇所と巾着の下の2箇所を縫っておきます。そして縫い代を底の方に倒れるようにアイロンで折っておきます。巾着の縫ってない空いているところから手を入れて表に返します。手を入れて裏からマチの角をしっかりと出しておきます。空いているところの縫い止まりと縫い止まりをきちんと合わせてクリップで留めます。マチの表と裏をきちんと整えます。巾着の山をアイロンできれいに整えてください。縫い止まりのところを手で押さえて下に向けて折ります。折り下がったこのペラペラの長さが5センチになると思います。この中心でも5センチを測って留めます。反対側も同じように5センチ測って留めます。でキュッキュッと 2,3 回引っ張ってこうアイロンで折ります。後でここをミシンで縫うのでしっかりと折っておいてください。
折り筋に向かって山を折ります。でこの折り筋を見て縫うのですが、折り筋が見えにくそうだったらこんな感じでところどころ印をつけてガイドにします。まずは留めのところに返し縫いをしてぐるっと一周5センチのところを縫います。縫い止まりのところはほどけやすいのでしっかりと返し縫いをしておきます。ミシン縫いをご覧いただきながら着物仕立て早々の動画を見に来てくださってありがとうございます。このバッグ素敵だな、作ってみたいなと思ってくださった方は高評価ボタンお願いします。高評価ボタン今押してくださいね。忘れちゃうんでお願いします。あとチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もお願いします。上の線はそれぞれここから横に縫って上に縫ってこの字に縫っておきます。プロの和裁師の着物仕立て早々が超絶丁寧に着物の縫い方を解説しながらおしゃべりしながら楽しく皆様と集う YouTube ライブはライブ専門チャンネルに引っ越しました。そちらのチャンネルのリンクも概要欄に貼っておきますのでよろしかったらぜひ覗きに来てください。両方この字に縫ったら紐を通していきます。紐の通し口に紐を通します。反対側からもぐるっと通します。紐の先に飾りをつけます。さっき縫った1センチのところを手前に折って半分だけ表に返してかぶせます。こんな感じです。縫い代がねじれないようにきれいに折りたたんでください。2枚立ち目を紐の先になるように紐に通します。この立ち目のところを縫い付けます。布端から5ミリぐらいのところと結び目のギリギリのところを縫い留めます。この時に紐にしっかりと縫い付けてあると後で取れることがありません。で根元にぐるぐるっと糸を巻いてギュッと締めておいてください。で最後に突き刺してギュッと引き締めて玉留めをします。そしたらこのスカートの輪の方をくるっとひっくり返して紐の縛り目を隠します。で紐の房が長い時は切ってください。この中にね隠します。こんな感じ。そして縫い目のあるところの中から針を出します。玉留めがね隠れるように内側から針を出します。そして対角線上のところに刺して留めをします。もう一回でこの糸を切らずに上の角をすくいます。そしてキュッと折りたたんで潰します。で下の角のところとつないでもう一回上をすくってここを留めます。
もう一回刺して留めをして玉留めをします。で玉留めが中に隠れるようにこの中から針を出して引っ張っておきます。でここでギリギリで糸を切ります。こういうチューリップ型の紐飾りができました。反対側も同じようにつけてアイロンで仕上げをしたら完成です。夏の帯で巾着バッグを作ってみました。柔らかい綿の生地で作るときは本体の生地の裏に接着芯を貼ってくださいね。同じようにグリーンの夏の帯で作ったのがこちら。ちょっとね持ち手を短くしてコロンとしたフォルムにして作ってみました。紐を縛らずに口を横に畳むとこんな感じ。お弁当バッグにもちょうどいいので簡単に作れるのでぜひ作ってみてください。お揃いのエコバッグの作り方も紹介していますので見に来てくださいね。次回はまた夏の帯でファスナーポーチを作ります。チャンネル登録してお待ちください。最後まで見てくださってありがとうございます。着物仕立て早々でした。バイバーイ。